今週の出雲ラボは終わってしまう LINE 納期祭に代わる手段として ESP Now と Gmail を使ったメール通知システム構築の続きです。 LINE 納期祭終了まであと1週間、出雲ラボの玄関上開閉通知システムは継続できるのか、今週も最後まで見ていってください。こんにちはったらこんにちは。いずまです。というわけで、あと1週間でサービスが終わってしまう LINE ノーティファイ対策の続き。今週はですね、ESP Now での通信を受け取った ESP32 が Wi-Fi モードに切り替えて Gmail を送信するという部分を作っていきます。例によってプログラムはブログの方に上げておきますので、必要な方は参考にしてくださいね。今週も資料の方から見ていきましょう。さて、ESP32 から Gmail を送るための準備です。まずは当然 Google アカウントが必要です。アドレスとパスワードですね。で、ここで注意なんですが、2段階認証が有効になっている必要があります。次が、これも当然ですが Wi-Fi ルーター。SSID とパスワードを準備しておきましょう。最後に、これがマイコンからのメールに特有な準備なんですが、アプリパスワードというものが必要です。アプリパスワードというのは、セキュリティの低いアプリやデバイスから Google アカウントにアクセスするために使用する16桁のパスコードで、Google から発行してもらう必要があります。で、その取得の仕方なのですが、アカウントにログインしてアカウント管理ページからたどれるはずなんですけど、なぜか見つかりません。アカウントにログインした後に、このアドレスから直接飛んでください。そうすると、この画面になりますので、ここに適当なアプリ名を入れて、作成ボタンを押してください。すると、こんな風にパスワードが生成されます。このパスワードをメモしておいて、プログラムに入れます。全体的なコードはブログの方を見てほしいのですが、こんな風に自分のアカウント名とかアプリパスワードをプログラムに入れます。Wi-Fi ルータの SSID とパスワードを入れる場所もあります。プログラム中に平文でパスワードを書き込むことになるので、コードの保管には注意。あと、ここも罠なのですが、送信に使うアカウントから一度送信先にメールをしておく必要がありそうです。最初送信先に ESP32 からのメールが全然届かなかったんですよ。なんでだろうとブラウザで送信アカウントに入ってテストメールをブラウザから出してみたら突然うまく届くようになりました。セキュリティの問題でいきなりマイコンからメールをばらまくとかできないようになっているのかもしれないです。さて、今週の実験ですが、片方の ESP32 につないだボタンを押すと ESP Now でデータを送信。データを受け取ったこっちの ESP32 は返事をしてから Gmail を送ると。この動作を実現していきます。ボタンをつないだ方の ESP32 の動きは単純なので省きますが、メールを送る ESP32 の動きはちょっと複雑。ESP Now のモードと Wi-Fi のモードを切り替えながら動く必要があります。こんな感じでぐるぐる動くんですが、この桜色の3つの箱は ESP Now モード。メール送信の間は Wi-Fi モード。この2つのモードの切り替えがちょっと面倒でしばらくハマってました。具体的には一旦 Wi-Fi をオフにするのがポイントだったみたいです。で、ここでもう一度押して次のモードの設定を始めると。切り替え時には一旦リセットが必要だったようです。実際の実験の構成がこれです。こっちの ESP32 のボタンを押して ESP Now でデータ送信します。こっちの ESP32 が受信すると、とりあえず返事してモード切り替えてメールを送信。その後 ESP Now のモードに戻って次の信号を待つという算段です。では実際にやってみましょう。ボタンを押します。一瞬で ESP Now の送受信と返信が行われて、
メールの送信手順が始まります。こっちは結構時間がかかります。メール送信が終わりました。比較的すぐにメールが受信できました。成功です。この後何度かボタンを押してみましたが、ちゃんとメール送信してくれました。ループもうまく回っているようです。と、簡単そうに紹介しましたけど、実際にはここまで来るのが結構大変で、いろいろ調べてやっとできました。そんな苦労も楽しいんですけどね。というわけで、ESP Now からの Gmail 送信が実現できました。これで面倒なところは大体クリアできたかな。次は実際のシステムに組み込んでいきましょうかね。なんせ来週いっぱいで LINE Notify 終わっちゃいますからね。でも ESP Now の通信時間はすごく短くて、うまくいけばまた電池寿命が伸びそう。そこは楽しみ。ちなみにコメント欄で Discord で実現するのが簡単ではという情報もありました。ありがとうございます。普段から Discord 使っている方はそれも全然ありかと思います。うちでは使ってないのでメールの方がお手軽かなというのと、ESP Now を使ったネットワークをやってみたかったというのもあって今回はこの構成にしました。今後もっといろんなものをつなげてみたいなと思ったりしてます。ではここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。来週も続きをやっていきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。